ちゃんとこう教えたいなと思った本をこう自分が読んでまた教材にしてみたいなことをやったんで。今回の動画なんですけども、門司社長が、絶対に読むべきという本をですね、教えてほしいんですけれども、いかがでしょうか。自分なりにまとめたのはあるんですけど、対象は誰かにとかどのフェーズかによるかなと思うんですけど。なるほど。例えばアップルさんに新卒で入社された、これから社会に飛び出していこうという若者に対してですね、門司社長だったらどんな本をおすすめされるのかなと興味あります。僕の論理で順番がありまして、会社で言ってるのは自己啓発系ですね。当然対象は個人で、要は思考とか姿勢の本とか習慣で目的目標とかですね。次に会社啓発的な、会社の理念を大事にしてるので、理念の素晴らしさとか、要はうちの理念がという前に会社としてやっぱりなぜ理念を作るかとか学べる形で、次にスキルで、僕はソフトハードって言ってるんですけど、僕ら接客業でもあるんで、スキルソフトっていうのはいわゆるホスピタリティとか定性的サービス的なことを学べる本で、次に、ハードって言っててビジネススキルとかロジシンとかこういう感じのところをやってます。その後は職種別とか、あとは管理者向けにはコミュニケーションだ、チームマネジメントだ、組織マネジメントだみたいな段階をつけていて、新卒だったらまずは根本に自己啓発のところからおすすめしているっていう感じですかね。自己啓発の本いっぱいあると思うんですが、門司社長がこの本いいんじゃないかっておすすめの本があれば。自己啓発っていう僕のカテゴリーからいくと、大富豪からの手紙という本田さんの本がありまして、これはですね、僕なりに言うと人生とは何かを凝縮してある本だと思ってまして、人生とは何かみたいなのを感じてもらう、なぜ頑張るのかとか、人生ってこういう意味なんじゃないかなみたいなのをちょっと考えるきっかけにしてもらえばなと思ってまして、僕はこの本が好きですし、なんなら新入社員に読ませると言いながら社員に誕生日プレゼントを送ったりするんですけど、1年目の社員には全部これ送ってるわけですね。なんか内容としては簡単で申し訳ないんですけども、どういった内容のことがこの本には書かれてるんですか。まず一つは読みやすいんですよ。要はストーリー立ってまして、人生をうまくいかせるものは何かっていうと、成功に必要なのは決断するとか、ワクワクするとか、自分の才能を使ってうまくいかせるとか、情熱とか、そういうの大事だよみたいなのがストーリー仕立てで書いてまして、だから死んじゃったおじいちゃんがすごく大富豪で成功者で、孫のストーリーなんですよ。おじいちゃん死んだ後に手紙が届いて、その手紙をもとにおじいちゃんの軌跡を追っていくみたいな、ストーリー調で誰でも読みやすい。究極子供とかにも読ませてますよね。活字に慣れてないうちからでも読める本。中学生以上とかぐらいだったら全然読んでもいいと思うし、大学生とか新卒ぐらいとか全然いいと思いますね。新社会人で、まず1冊目に読む本としてはすごく手に取りやすい本。そうですね。次はですね、僕のカテゴリーの中では自己啓発の一つなんですけど、習慣ってすごく大事だと思ってまして、一流の習慣術っていう元プロ野球選手のイチローさんのことを書いた本があるんですけど、社会人になってきて自分を自分で律しなきゃいけないんですよね。ダメになった人というか、学校行ってるまでって結構反強制的に習慣化されてることってあるんですが、学ぶってことですよね。でも会社に入ると学ぶことを自分を律しなきゃいけないんで、ないと学べないじゃないですか。その習慣捨てたくないなと思ってまして、習慣ですごい人誰だとか尊敬する人誰だってなった時に、僕はイチローだったんですよね。自分力の育て方とかね書いてる人もいますけど、その習慣の大切さとやり続けてちゃんと習慣化したらちゃんと成功するんだよっていうことを、一流はここまでねやったんだぞというようなことを少しインストールするのはいいかなと思ってるんですよね。イチロー選手っていうのは引退会見でもおっしゃってましたけど、本当にコツコツ毎日同じことをしてきたから自分はここまでたどり着けたみたいなことはおっしゃってましたので、まさに習慣がイチロー選手を作ったっていうところで、どういったふうにその習慣を身につけていったのかっていうことは書かれてるんですか。そうですね。実際門司社長はこの本を読まれてから普段の生活スタイルとか習慣にしたこととかってありますか。いや、この本を読んだからという何がっていうのはあんまないんですけど、自分は正直仕事以外結構サボり癖があって、一郎ほどやっぱり習慣ができてないなっていうのは当然思うんですけど、本当に成功したいんだったらこのぐらい徹底すべきだっていう新版みたいになっていて、ちょっとサボっちゃった時とかちょっと気抜いたなっていう時はパッと思い出すというか、ダメだと、もっとちゃんとやろうみたいに自分を戻してくれるというか、そういう価値観というかきっかけの本ではありますね。その自己啓発の本を読まれて、その自己啓発ですけど習慣化する大切さみたいなところの本あれば教えていただければと思うんですが。シンクシビリティと
礼儀正しさこそが最強の生存戦略であるっていう本があるんですけど、これは本当にそうだなと思ってますと。会社のやっぱバリューとかもう個人の価値観でも結構誠実みたいなキーワードがあってですね、僕も本当にある意味誠実さが人生生きる上で最強の生存戦略だなと思うぐらい誠実が大事だと思うんですよ。そういったもの理由とか、礼節の大切さとかすごく分かりやすく書いてあって、これから社会人生活を送る上とか成功する上では本当に大事な考え方だと思うので、読んでほしいなと思いますね。礼儀正しさとか礼節って今の時代ってなんですかね、軽んじられちゃったりとかしますけど、すごく大事な場面とかはあると思うので、そういったことがこう書かれてる。そうですね。実際これ読まれてから変わったことってありますか？読んだから変わるっていうのは僕はあんまないんですけど、でも考え方ですね。自分が大切にしてきた誠実っていう概念とかが改めてやっぱいかに大切かとか、それがやっぱ自分の人生ラッキーだなっていつももう幸運だなと思うんですけど、解説してくれてるような気もしますし、より本当にこれが大事なんだなとやっぱ理解することができて、自信を持ってそういうことが大事だと、誠実とか礼節とかそういうのが大事だなっていうことを言えるようになったっていうのはありますよね。はい。若いうちに本をね、読めと先輩たちに言われることも非常に多かったんですが、本を読むことっていうのはどういったものだっていうふうにモネ社長は捉えられてますか？簡単に言うと、たかだか1000円とか1500円ぐらいでその作者の人が積み上げてきたそのキャリアの中での知識を放出してるわけじゃないですか。これもしかしたら喋ってる公園に行ったらとんでもない時間ととんでもないお金がかかる可能性があるんですよ。それを1000円1500円で手に入れられるっていうのは最高の勉強ツールですよね。先ほど言われていた本を読めっていうのもそうなんですけど、でも自分のフェーズに合うってこと大事かなと思ってまして、僕も実際ぶっちゃけ学校も行ってないですし、24歳までは全く本読まなかったんですよ。24歳の前は多分中学校の教科書ぐらいかなと、本を手に取ったのはぐらいのレベルだったんですけど、いろいろきっかけがあって読み出して、僕の略歴で言うと最初はやっぱ経営者の方だったんですよ。いろいろ経営で悩んだんで、どっちかというと電気みたいなものとか Y 系の経営者の本だったんですよね。これでそもそも世のため人のためにあるものだしとか、人生はとか、僕は経営者なんでそれを考えさせられて、僕にとっては自己啓発だったんですよね。次に、経営者なんで戦略の本とか、意外とハマって外資系コンサルの人が書いてるような本とかもあって、ここまではやっぱり自分のため、経営者とか戦略どう組んでいくかとか、こういう仕事のやり方あるんだとか、最初はとにかく一旦それ入れたくて、次に会社として接客だからお客様に喜んでもらいたいっていう時に、従業員のホスピタリティを主体性を持ってやってもらったらいいかなっていう時に伝えたくて、ホスピタリティ系の本を買い漁って読んだんですよ。自分も改めてのインストールだし、この本を通じて従業員教育もできたし、次には管理者とかにコミュニケーションとかね、チームマネジメントみたいな、だからそういう本に行き出して、まず自分が読んでから読ませようと思って、その後に機能別で具体的にマーケティングの本とかオペレーションの本とかそういうのをこう読んで、最後にもう一回幹部に上級リーダーシップとかって僕は言ってますけど、部長クラスとか役員クラスとかにちゃんとこう教えたいなと思った本をこう自分が読んでまた教材にしてみたいなことをやってたんで、僕のフローとしてはそういう種類別で読んできたんですよね。自分が必要だったりとか壁に当たってる時にそのリアルな課題とかが書いてある本がやっぱスッと読めるし、一番入ってくるし、多分効果も高いと思うんですよ。これやってみようみたいなですね。なので自分のそのフェーズに合わせて種類別に読むのは結構大事かなと思っていて、それを新入社員からイメージすると、僕の中では自己啓発で、やっぱ会社啓発と言ってますけど、その理念とかのやっぱ大切さとか、うちの会社だとホスピタリティ系、ビジネススキルロジカルシンキングみたいな、職種別のみたいな、こういうその順番立てをしたので、なので新卒向けのみたいに言われたら、ちょっと自己啓発系ですけど、今言った3つですかね。いきなり新卒の方がなんかマネジメントの本読んでも正直こう入ってはくるかもしれないですけど、その場ですぐ生かされないというか、なんだろうな、こう浸透性は少ないのかなと思うので、まずは心構えであったりとか、そういったマインドセットをするっていう面でも自己啓発系の本をまず最初に手に取ってみてはいいんじゃないかなというところですかね。そうですね。正直新卒じゃなくても20歳超えたりとか読んでもいいかなと思うんですけど、やっぱ節目の時って大事なことをもう一回見つめ直すとか考え直すことも必要だと思うので、そういう面で言うと新卒だけじゃなくて、例えばこれから転職をしますとか、新しいことにチャレンジしますみたいな人にもそういった本はおすすめですね。そうですね。
改めてになりますが、モンジ社長が絶対に読むべき本、3つご紹介いただきましたけども、改めてご紹介お願いします。1つ目は大富豪からの手紙、2つ目は一流の習慣術、3つ目はシンクシビリティ、礼儀正しさこそ最強の生存戦略であると、この3つの本を、ぜひ新卒とか、節目の方々にはお勧めしたいなと思います。今日も見ていただいてありがとうございます。このチャンネルでは現場の様子、対談、イベント、または引っ越しの豆知識とかビジネスに役立つ情報とか様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてこの動画にもいいねを押してくださると嬉しいです。ありがとうございました。